この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちらです。すごくね、表情がグッとくるイラストですよね。イラストレーター名、ラノさん。タイトルは海田春。コメント、2時3時所属の海田春くんを書かせていただきました。雨が降っていて悲しんでいるように書きました。添削してほしいポイントは、窓ガラスに寄り添っているように書いているのですが、奥行きが出せていない気がします。あとは鼻が少し違和感がありますので、よろしければ添削していただければありがたいです。とのことです。ですね、海田春くんのことは今回初めて知ったんですが、配信とか、あとは歌ってみたを聞いてみたんですが、声がね、すごく透き通っている声で魅力的な人ですよね。しかもそれだけじゃなくて、歌と動画とミックス全部自分でやっちゃうし、あとは楽器も弾けちゃうっていうね、ものすごい多彩な方ですね。添削のために調べていたんですが、いつの間にか2、3時間ぐらい見ちゃってました。そしてそのはるくんの魅力を表情によって表現しようとしたラノさんの作品ですが、感情をね、表現したいという気持ちと、その気持ちを雨という手段を使って書こうとする演出能力。この2つが結びついて、そしてね、イラストが描かれているので、とても将来性を感じる作品だなっていうふうに思いました。ラノさん、素晴らしいと思います。ただですね、書きたいという気持ちがすごく強い人に起こりがちなんですが、書きたい気持ちが先行しすぎてしまって、その気持ちを表現するにはどういうアングルにすればいいのか、どういう演出にすればいいのか、そしてより効果的なのかがまだ曖昧なまま走り出してしまったように感じるんですね。なので今回はラノさんがこの絵を通して表現したい気持ちはどういう演出で伝えればより効果的なのかを紹介しながら添削をしていきたいと思います。まずは今の見た目を大きくは変えていかないパターンで、一つの演出の方向を見せていきたいと思います。先に言っておきますが、今回はですね、2つの添削のパターンを見せていきたいと思います。この2つのパターンで全く表現できる感情が変わってきますので、よく見ておいてほしいです。で、今回の絵は、はるくん自体の顔についてはとてもよく描けていると思うので、顔について直す部分はほとんどありません。でも1箇所だけ、こういった人物画の正面の場合は、目線はカメラに向けておいた方がいいと思いますので、そこだけね、修正しますね。ちょっとですね、人物の周りも暗くなっていましたので、ここもこの後の修正をしやすくするために一旦取りました。でね、ここから1個目の見せ方のパターンです。まずは一旦見てください。こうします。はい。今何をやったかというと、はるくんの色を暗く沈めてピンポイントでハイライトを強めたという修正ですね。これによって何が変わるのかっていうと、次の修正を見てもらえばわかると思います。こうします。はい。多分もう分かった人も多いと思います。はるくんを暗くして手を描き添えました。こうすることによって今まで実体として見えていたはるくんがガラスに映り込んだはるくんに変化したんですね。で、さらにガラス越しに奥の風景がぼんやり見えているはずなので、それも書き込んでいきましょう。
はい。窓越しにはるくんが目線を向けているだろう街の明かりですね。さらにもうちょっとだけ光の演出を加えていってみましょう。はい。こんな感じです。随分とね、変わってきましたよね。で、このままでも十分なんですが、はるくんはガラスに映って見えているので、それを分かりやすくするためには、今描かれているガラスの水滴、これをですね、ちょっとよく見るとわかると思うんですが、ほら、綺麗にはるくんを避けて描かれてしまっています。で、これだと、ちょっといまいちはるくんがガラスに映っている感じが弱いと思います。なので、はるくんの上にも水滴を描いていきますね。はい。こうやってですね、キャラの上にも水滴を描くことによって、このはるくんが実体ではなくガラスに映っているんだということがより明確にわかるようになりますね。で、ちょっとですね、水滴が浮いてしまっている部分があるので、こことかですね、それをもうちょっとだけなじませていきます。はい、こんな感じです。基本的にはですね、よく描けていたんですが、この滴り落ちている雫、この表現がですね、少しだけハイライトだけが強くなってしまって、ここだけ若干リアリティが薄れてしまっていたんですね。なので、こんな風に直してみました。次に雫を描く際には、ここを注意して観察してみると、もっとうまく描けると思います。あとは若干ですが、ガラスに反射して見える室内の光も描き入れていきましょう。さあ、といったところでパターンの一つ目はこちらで完成となるんですが、今やってきた添削のビフォーアフター見てみましょう。はい。どうでしょう。こんな感じで変わりました。これ何が変わったと思います？何が変わったってね、もちろん書き込みが増えて密度が上がったのもあるんですが、一番大きく変わったのは、はるくんが何を見ているのかという情報です。添削前はですね、はるくんは単純に雨を見て涙を流していたんですが、添削後はガラス越しに見える雨の風景を見て涙を流しているように変化したんですね。街を眺めて思い悩むという演出は内省。つまり今自分が抱えている悩みとか切実な思い。これを浮き彫りにするという絵作りのやり方です。こうすることによって見ている人は、あ、はるくんは何か真剣な思いを抱えて思い悩んでいるんだなっていうことがわかるわけですね。例えばですよ。こんな文字を入れるとですね、はい。ちょっとね、はるくん配信でも全然引っ越し先が見つからないんだよ。防音室が設置できて楽器も OK でペット可のマンションどこにあるんだよ。引っ越し無理だよってね、かなり真剣に思い悩んでいましたので、きっとそういう思いを秘めながらこの都会の街並みを眺めているんじゃないかっていうね、そういう演出ができるわけですね。ちょっとこれはギャグ寄りですけどね。はい。じゃあ2パターン目に行ってみたいと思います。今回は2つのパターンを紹介すると言いました。なのでここからはさらに別のパターンの添削をしていきたいと思います。一度にね、2つのパターンを見ていくっていう添削はこれが初めてなので、今回はそういう意味でもとてもお得な回だと思います。今紹介したのはですね、自分が抱えている悩み、内省というか、そういう内に秘めた自分の思い、夢とかをね、表現する方法だったんですが、次紹介するのはまた違った悩みに対する表現ですね。まずは手を描いていきます。
はい、さっきとは違った手の表情を書き入れました。一番大きい変更点は、はるくんの手前に見たままの手を描いたということですね。そうです。つまり今回のはるくんはガラスに映った像ではなく実体です。その上で、ここからがね、めちゃくちゃ注目ですよ。これ、かなり使える表現なので、皆さん今日覚えて帰ってくださいね。超簡単なのにすごく強力な演出方法を紹介します。まずは、こうします。はい。ハードライトレイヤーをキャラクターの上に追加して、グレーで塗りつぶしました。そうすることによって、ほぼ当然ですが、キャラクターが見えなくなってしまいました。そしたらこの状態で、ちょっとノイズを追加します。はい。こんな感じのね、ノイズですね。どんなノイズでも OK ですが、クリスタを使っている人は、フィルターからパーリンノイズを選択するといいと思います。それではですね、これを単純にここに載せていきますね。はい。合成モードはオーバーレイモードで載せております。ちょっとね、ノイズが弱い時は、こんなトーンカーブで、こんな風に調整してあげてもいいと思います。はい。こんな感じですね。ちょっと画像と合っていないので拡大します。はい。こんな感じです。そしたら、ここからね、魔法が発動します。いいですか？注目ですよ。まずは、レイヤーマスクをこのレイヤーグループに追加します。そしたら、このレイヤーマスクに黒で描画していきますよ。いきますよ。いいですか？はい。こんな感じで、どうでしょう？窓についた結露を手で拭き取っている感じに見えませんでしょうか？はい。ちょっとね、形を整えます。これすごいでしょ？はい。こんな感じでね、結露したガラスを指でキュキュッと落書きしたこと、皆さんもよくあると思うんですが、まさにあれをやっている姿になりました。ね、今見ていて、もう、すごく気持ちよさそうだったでしょ？やりたくなりましたよね。いや、これね、めちゃくちゃ気持ちいいんで、この動画見終わったら皆さんもぜひやってみてください。でね、さらに滴りもですね、きちっと描いていくとそれっぽくなります。はい。こんな感じ。で、これだけでも十分なんですが、今回は画面に対して余白がね、結構大きいですよね。ここに対しても何か付け加えていった方が、イラストをより演出できるかもしれません。例えば、こんな感じもありですね。はい、木の窓枠を描きました。なんかこれによってこの建物が先ほどの都会的なイメージとは打って変わって、木造戸建てのね、少し都心から離れた静かな場所にあるような感じに変わりますよね。で、さらにこれだけだと画面が硬いのでこうします。はい、手前に木のシルエットも追加しました。窓枠によって画面をかっちり直線的にぶった切られた構図がこれによって和らぎましたね。で、葉っぱの映り込みもガラスに描いていきましょう。これで、この家は庭もあるんだなっていう情報も追加することができたと思います。で、さらに庭から窓越しにはるくんを撮っているわけなんで、雨も映り込みそうですよね。描いてみましょう。はい。こんな風にですね、ちょっとぼやかす部分とぼやかさない部分。この差をつけてあげることで、雨にも前後感を出すことができるので、こういう真正面な構図であっても、ベタッと平面的になりすぎずに済むと思います。はい。これでですね、2パターン目の完成です。1パターン目がこれ。そして2つ目のパターンがこれです。さて、この2つ、
演出として何が違うのか皆さんわかりますか？こっちの場合には自分の悩みに対する内省の表現でした。ですが、こっちはどことなく未練というか、ちょっと言い方があれですけど、じっとりとネチネチとした印象ありませんか？そう、このパターン2の場合はですね、窓越しに見える誰か、思い人に対してはるくんが視線を送っているような構図になりますので、人に対する思い、例えば恋愛感情とか別れの寂しさとか、そういう感情を強調して表現できる構図なんですね。ちょっとね、これやってみて改めて分かったんですが、女の子がこれをやっていると結構ね、可愛いんですけど、男の子でこの構図をやってみると、雰囲気的にちょっとホラーな感じにも見えなくもないというか、そんな、ちょっとね、怖さがありますね。はるくんの場合、文学少年っぽい見た目も相まって、かなり深いところまでね、思い詰めてそうな、そんな感じがしますので、結構窓越しの視線が、ちょっと怖いです。ちょっとね、怖いですね、この視線が。男の子でこの演出を使う場合には若干注意が必要な気がします。はい、今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。今回はね、アフターが2つありますね。はい、こんな感じで変化しました。最初から見ていきましょう。今回のポイントは、雨に濡れたガラス、そしてはるくんの涙。この2つを書くことによって、はるくんが何に思いを巡らせているのか、ここまで考えることが絵の演出につながってくるよという話をして、2つの演出のやり方を紹介してきました。まずは1つ目のやり方。最初はね、こんな風に、はるくん自体を窓に映った姿にして、そしてそこに手を添える。で、はるくんは何に視線を送っているのかというと、こんな感じで街並みにね、視線を送りつつ、涙を流しております。こうすることによってどんな演出がされるのかというと、自分の内省とか夢ですね。これについて真剣に思いを巡らせている、そういうね、演出をすることができます。これは例えばなんですが、はるくんは引っ越しがしたいのに物件がなかなか見つからないということについてね、真剣に悩んでおりましたので、こんなセリフを書き込むことによっても、この演出がね、すごく効果的なものになると思います。ちょっとギャグっぽくはなりますけどね。はい。そして、打って変わって2パターン目。こちら側はですね、今度は窓越しにはるくんを見ているパターンですね。この結露したガラスを手で拭き取る表現。このやり方もね、すごくおすすめですし、面白いですので、ちょっとね、一回では分かんなかったっていう人は、後でその部分を見返して、ぜひね、自分でやってみてほしいです。めちゃくちゃ楽しいですから。そして、これだけだとちょっと寂しいので、手前に前景を描くことによっても、この場所がどんな場所なのか想像できて、しかも、このはるくんのこの表情にさらに目が行くようになると思います。こうすることによって何を表現できるのかというと、今度は一つ目のパターンとは打って変わって、思い人。自分がね、思いを寄せている人に対して視線を送るような演出になりますので、恋愛とか、あとは別れとか、誰かに対してすごく強い思いを投げかけている場合には、こういう演出が効果的です。ただね、ちょっと女の子でやると結構可愛い表現なんですが、男の子でやるとちょっと怖い感じの表情になってしまいます。はい、今回の添削では窓越しに風景を見る演出なのか、それとも窓越しに人を見る演出なのかによって書かれているキャラクターの悩みの種類を書き分けて、イラストにより深みを与えていく表現方法についてお伝えしてきました。このようにキャラクター本人を大きく書き換えることをしなくても、周りの風景によってイメージがぐぐっと広がるような演出がすごく効果の高いことがお分かりいただけたと思うんですが、こちらの動画、気まぐれ添削25もですね、クラスメイトの鈴木ちゃんという女の子と、その風景を通して画面に書かれていない自分という存在を書かずに書くにはどうすればいいのかっていうね、ちょっと特殊な表現方法について解説した動画でした。こちらもね、ぜひおすすめですので、興味がある方はぜひこちらもチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。
ということで、再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。